皆さん、こんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエーススイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。今回は私たちの車中泊夏対策についてお話ししていきます。夏対策で使っているグッズとか、工夫している点とかお話できたらなと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。まず一つ目です。私たちが必ず使っているものです。こちら。虫除けネットって言ったらいいのかな。こういったネットです。こちらは以前乗っていたラブ4という車にも取り付けてました。そのタイプをハイエースにも応用させてます。サイズ的にはミニバンとかも使えるようなサイズなので、結構いろんな車にも使えます。実際につけてみます。こちらマジックテープになってます。これをハイエースの場合ここにつけるとちょうどいいんだけど、ここに巻きつけて、マジックテープで留めます。でもそれだけだとかなりもたつきがあって、食品でクリップが入ってるから、大まかに挟んでいくような感じ。下にチャックがついてるから、アクセスはできる。中と外は行き来できるし、邪魔ならこんな感じでしてもいいんだけど、結構下にもたつきがあって、この隙間から虫が入ってくることがあるから、ちょっとこれの使い勝手の悪いところではあるんだけど、もうぐじゅぐじゅってして、大事で。こうすると虫は入らないかな。キャンプ場とか人目について良さそうなところは、こんな状態でもいいんだけど、ちょっとプライベートがだいぶ見えちゃうから、カーテンを閉めて、さらにこのバックドアをちょっと閉めるんですけど、実際にこう狭い空間だと、これって開いちゃうと危ないから、やっぱストッパーがいるかなっていうところで、私たちはめっちゃ安くて自作しまして、これもともと持ってた S 字フック、ダイソーにも売ってます。こちら、100均。セリアに売ってました。これを使ってドアが開かないようにちょっとロックをするような感じで、かつ、空気も入れられるっていうような状況を作っていきます。後ろのバックドアは開けた状態だとバッテリーが上がる可能性があるので、このカラビナを、これもダイソーで買えます。使って当ててグッて押し込めば、これで閉まったことになります。で、下げていく。で、これ片方を引っ掛けて、筋フックはここね。ここに引っ掛けて、これをピッて引っ掛ければ、これだけのスペースが、人間一人は入るスペース。で、これ調節できるベルトがついてるやつにしたんだけど、ちょっと小さくしたいときは小さくできる。ほんと料理とかの換気ぐらいやったら、これぐらいでいいのかなって。今ちょっと北海道にいるんですけど、暑くって、そういう時は割と大きめにして、風を入れるようにはして工夫してます。カラビナ合わせて総額300円。安いです。夏は雨降ってても意外と暑くなるので、雨の時もこれやってます。で、横からの雨はさすがに吹き込んじゃうんだけど、意外とガードしてくれるから、雨の時も結構便利。実際に車内から見たらこんな感じ。風は近くにいないと意外と入ってこないのが現状ではあります。この隙間から食器類とかはこう、出すことはできるっていうような感じです。このタイプもいろいろな種類あるので、自分の車に合ったサイズとか買ったらいいのかなというふうには思います。次はこちらのハイエースの小窓の部分です。正直後ろだけだと全然風が通らないから、ここは最低限でも開けないと厳しいです。で、開けるだけだとやっぱ防犯上もだけど、どっちかって虫が入ってきちゃうので、私たちはここに収納してるんですが、これを使ってます。YouTube で見つけてめっちゃ安いしいいじゃんと思ってこれにしたんだけど、単純にペタって貼り付けるやつだね。本当は吸盤がついてて、物によってはここに穴ぼこがこう開いてたりとか、これは開いてないやつ、2つセットになってるのを購入しました。これを単純にはめるだけです。ちょっともたついてしまいましたけど、私はいつも左担当だから、こっちはりょうくん担当だから、難しいんだよ。はめるだけで、サイズを間違えるとはまんないんだけど、それで締めることもできるから、私たちの場合は雨とかの時に、急に雨が素敵だった時は、ちょっと透かしたいとか、もう夏は正直北海道でも暑い時は、こんな感じ。虫も入ってこないし、割と空気もね、抜けるので便利です。私たちはハイエース専用の網戸っていうのはつけてないので、これでもう最低限は十分かなというふうには感じてます。
続きましてはこちらです。これはこの運転席助手席につけるネットだね。本当にこれはめるだけです。これ全然意外と違うんだよね。虫も入ってこないから、これつけてるだけで涼しいかつ虫除けにもなる。例えばこういうキャンプ場とかに来た時に待たないといけませんとなった場合には、これつけて涼しくエンジンは切ってみたいな。これあここれしてるだけで、結構空気がマジで入る。うん。虫も来ないからね。いいです。取り外すときもはめてるだけだから、まあどこからでもいいんだけど。本当に。まあこれぐらいのサイズ。で、これは、まあこんな感じで、もう簡単にまとめちゃって、自分らはここに、こんな感じで収納してる。これめっちゃ涼しいし、便利なの。めっちゃ便利なんだけど、問題点があって、1個、なくなっちゃってるんです。気づいた時にここからなくなってて、これ2個で1つ売りなんだよね。バラ売りしてなくて、向こう側は残念ながらこれ付けられなくなっちゃったんです。3回ぐらい使って終わりました。北海道のどこかで来て落としちゃったんだと思う。すいません、落として。防犯上はちょっと危ないところもあるので、夜は特には私たちはつけてないです。その他の対策グッズはこちらです。一番メインに使うのはやっぱこっち。北海道にいて、1月後半までなかなか使わなかったんだけど、8月に入ってかなり暑くなって、これが一番重宝してます。寝るときも回せて、基本タイマーかけて首振りして寝るときは使ってることが多い。こっちは知ってる方も多いと思うんだけど、ここに後ろにバッテリー接続があるので、私たちはまさと師匠からいただきました。こちらを使って、バッテリーで。これだとコードレスだからめっちゃいいよな。1、2、3。全然違うんです。とりあえず。家の扇風機並みに風量も強いので、すごく重宝してます。これは絶対にあった方がいい。うん。バッテリー意外と高いので、充電もしなきゃやっぱこれいけないから、ちゃんとね、付属で電源もついてるので、この後ろにね、挿すとこがあるから、ここから電源挿して、それで、電力は12、3ワットだから、少ない電力でも使えるから、もうどうしてもの時とかは、ぜひこれいいかなとおすすめしたいです。あとはもう今時持ってない人いないんじゃないかレベルの、こういうハンドンタイプのパン。シチュエーションとしては車内では少ない。キャンプの時にこれとかは使うことが多いかな。で、こっちのに関しては立てられるっていうのも便利なんだけど、冷やし機能みたいなのついてて、当てたら実際に冷たく感じるっていう効果もあるから、首とかがね、やっぱ、冷やすと冷たくなります。ただやっぱ電化製品多いから充電にはだいぶね、困らせられてます。首に当てて冷やすっていうようなやつです。この間料理しながらこれを巻いてしのげました。ただこれは充電が持たない。繋いだままも使えるんだけど、このコードレス状態だと充電全然持たないから、おすすめ度はだいぶ低めにはなります。これまでご紹介した夏対策の他に、今回お試しでエコフローさんからエコフローウェーブ2というエアコンをお借りしました。箱から出すとエアコン本体と、それ以外にこの3種類の排気口アダプターっていうのが入っています。これ。吸気口と排気口用のダクトが2種類。この中に水を出すための排水管が入っています。あとは窓用のダクトパネル。このリールって言ってコンセントを巻くための部品が入っています。入っているものとしてはこれで全てです。実際車中泊でどんな時に使いたいかっていうと、やっぱり一番は夜かなと思います。車内で過ごしている時に快適に過ごすために必要かなと思うので、僕たちは夜実際どれだけ快適に過ごせるかっていうところを確認してみたいと思います。では車内で使ってみようと思うんですけど、これを今日寝てる間にバッテリーで動かそうと思うので、先にもうこれは取り付けておきたいと思います。車ではもう電源でコンセントつないだので、それで動かしていきます。じゃあまず先にこれらを取り付けて、上と後ろ、ダクトをつけていきます。
入れて回すだけ。もう入れて回すだけ。今日はこの窓から出そうと思うので、普通に出すと出す。本来であればこんな使い方はしませんけど、窓用のパネルを作ったりはしていないので、もうこのまま使いたいと思います。じゃあ今車内が27度だから20度だね。10度。で、これ今室内温度25度以上ありますよね。ここで風量を上げます。ここで暖房に切り替えることもできます。暖房になると赤色。これエアコンモード。エアコンモードにすると青色になるみたいです。度数的には 400W から 450W ぐらい使ってます。Bluetooth で接続できます。接続してる機種を選んだらこんな感じで、そのままの液晶がこっちに反映されているような感じなので、寝てる時とかに使うのが一番いいのかなとは思います。ここで、高温に変えられることもできるし。風量もここで変えられます。自動排水っていうやつがあって、冷却の時はホースをつなげないで無排水という機能がありまして、冷房モード時に溜まった凝縮水を除去する自己蒸発システムを搭載していますっていうことなので、別にホースつなげてなくても排水がされる。で、こっちの外部排水にするとホースから出るようになってるから、こっちを押してると接続したホースから水が排水されるというような状況になるそうです。タイマーとかもこっちで設定できたりとか、この吹き出し口の温度も確認することができるので、割と便利かなというふうには思います。ここで電源も切ることできるし。使ってると風がめちゃくちゃ涼しい。ここにいたらめっちゃ冷たくて気持ちいい。ここにいたらね、あんまり感じないから、ここに来ると気持ちいい。まだ10分ぐらいしか使ってないから、1時間ぐらい見てどのぐらい変わるかを確認してみようと思います。空港は手でもこんなして変えられるから、上の方がいいよね。ブレーキを下ろすとね。でも音大丈夫なのかな？多分無排水にしてて蒸発させてる音だと私は思ってるんだけど、結構うるさい。これ結構音するね。他の動いてる時の音は全然静かだから、支障ないかなという感じ。特にファンが回るような音。とりあえずこれで1時間程度このまま使ってみます。見方を変更し、今電源で使ってるんですけど、自分たちやっぱポタ電の電力を使うと実際困っちゃうので、この下のバッテリーに切り替えてこのまま使ってみようと思います。バッテリーを使って使用する場合は、この充電アダプターっていうのをエアコンとバッテリーとでつなぐと使用することができます。現時点で普通通り使うと 3.6 時間稼働するっていう表示にはなってる。短いね。エコモードとかにするとこあるのかもしれないけど。モードエコ。でも伸びてるね。4時間。伸びてるね。1時間が経ちました。この機械で車内の温度は 23.3 度。こっちの温度計で25度まで下がりました。湿度も 60% 台になったね。室内の温度がここの設定に近くなると、ちょっとさらに省エネみたいになるのかなという感じなんだけど、9時間ぐらいになっちゃったね。クーラーの効きがすごくいいです。本当にちょっと寒いぐらい。いい感じです。基本的なことではありますが、それ以外の自分たちの夏対策をご紹介します。はい。まずは冷たいものを食べる、飲むということです。スーパーで買ってくるついでに保冷剤も自分たちはもらって、冷たいものを飲む、さらにもらった保冷剤を首に当てるなどをして対策をしています。次に外に出るです。夜は日が落ちてるんですけど、車内は結構暑いです。外に出て涼むということが一番かなというふうに感じてます。昼間はもうとにかく車内にいない。お店に行くことが一番夏対策になるのかなと思います。次に、できるだけ車内の電気をつけないということも対策として挙げられます。意外と暑いですよね。長時間つけてたりすると暑くなってきたりとか、LED ライトとかを近くに置いておくと暑くなるので、少しでも離して、できるだけ弱い電気を使って暑さをしのぐようにしています。あともう一つは早起きをするということです。日が出てくるとやっぱり断熱をしていても車内も暑くなってきますので、少しでも車内にいる時間を減らすために早起きをして活動することも夏対策になるかなと僕たちは考えています。あとは本当ね、水分をよく取りつつっていうような感じで過ごしているところです。実際のところ、できるだけ電化製品は使わないのが一番なのかなと思ってます。こういった、ハンディタイプのものだと電力も小さいし、走行充電
で電気が賄えるから、使えるんだけど、何もかもね、充電してるとすぐポータブル電源の容量もなくなっちゃうので、基本的には電気を使わないような夏対策の方が車中泊の対策としては向いているのかなというふうに自分たちは思います。標高が高いところだったり、最近は北海道も暑いんですけど、北海道など気候の涼しいところを選ぶ必要もあるかなと考えています。それでは最後に今回お借りしたエコフローウェーブ2について実際に使ってみて良かったところ、気になった点をそれぞれお話ししたいと思います。良かった点を5つ挙げたいと思います。まず1つ目は本当に冷えるっていうところがいい点として挙げられます。自分たちも想像しているよりも冷たくなって快適に過ごせると実感しました。2つ目は思ったよりサイズが大きくないっていうところがいいなと思いました。置き方を工夫したりとか、これを置くように設計していれば、もうハイエースだったら十分置くところはあるのかなというふうに思いました。3つ目は冷房、暖房使えるということです。4つ目は動作音についてで正直気になりませんでした。最後は操作しやすいということです。アプリの連動もすることでより簡単に扱えるようになっているので、読み込むっていう必要もないから、その点はすごく使いやすいかなというふうに感じました。はい。では、ここからは気になった点についてお話ししたいと思いますが、3つ挙げたいと思います。これをつなぐダクトを出す部分が限られてくるっていう点が一つ気になる点かなと思いました。自分たちは今回サイドドアの小窓からダクトを出したんですけども、運転席側に置くパターンでも、窓パネルっていうのはもちろんついているんですけど、その窓のサイズに合わせて型取りをして隙間が開かないようにダクトを出す必要があるので、今回はあえて DIY せずに使ってみたんですけども、人によって工夫が必要になるのかなというふうに思いました。2つ目は水が溜まってくるとちょっと異音がしてしまって、その音がちょっとうるさいっていうところが気になりました。普通冷房もですけど、常時水が出るようになってると思います。でこれもやっぱ水を出さないと使えなくって、ホースを出して水を出さなくても蒸発してうまく運転してくれるような機能がついてます。実際に外部配送した後もずっとガラ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 みたいな音が続いたりとか、使い終わった後にちょっと持ち上げたり斜めにしたりすると水が漏れちゃったりとか、そういった点もありますので、そこのところは気になりました。最後3つ目に、やっぱり電力が必要になってくるっていったところが気になる点かなと思います。バッテリーパックを使っていたとしても、自分たちみたいに節電をしながらできるだけ電力を抑えたい人に、火を抑えようとする人にとっては、これをしょっちゅう使うことは充電する必要があるので、少し難しいかなというふうに感じました。それ以外にこういう使い方がいいんじゃないかなって僕たちなりに考えてみたので、それを最後にお話したいと思います。これ持ち運びできるし、どこでも使えるっていうことを考えたときに、一人暮らしとか、また引っ越しを良くする人たちにとっては、家で使うエアコンとして扱うのもすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。自分たちの実体験として、エアコンを取り付けないといけなくて、引っ越しの時に取り外さないといけない。賃貸で借りてたことがあります。その時にもしこれがあったらすごく便利だなというふうに思いました。エアコン代を考えるよりかはもうこれ1台買えば、引っ越ししてもその後も使えるし、よっぽど暑い時の災害時は使えるのかなというふうにも感じました。他にもいろんな方々がこのエコフローウェーブ2という商品をご紹介していますので、自分たちなりに使ってみた感想をお話ししました。北海道にいてのを使ったっていうことなので、本州とか九州とか、もっと暑い地域で使うと、もうちょっと問題点とか、よりいいっていうところも分かったかもしれないんですけど、あくまでもご参考程度によろしくお願いします。よろしくお願いします。実際に自分たちの夏対策をしていて、体調不良になることもなく生活できているので、このような感じで夏はしのぐことができるのかなというふうには思っています。どこか少しでも参考になる部分があったら、ぜひ真似してみていただけると嬉しいです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。よく網戸とかでこうさ、花ビエイってしてさ、やってたよね。しない？やめて、押さえてるのにビョン。